今28歳でワーホリでニュージーランドにいるけど、その28歳の自分が何を感じて何を考えてるのかっていう話ですね。まあなんか焦りもあるようなないようなっていう感じ。地元の友達とか自分が関わってきた人で、まあ同い年いるけど、でもそこまでワーホリ行ってますっていう人はいない。みんな仕事ついてやりたいことやってって、あと家庭持ったりねっていう人がいるから、同じ境遇の人はいない。で、女の人だったらまあ結婚とかもあるし、男の人だったらなんかキャリア的なものがねついてくると思うけど、この今の年代だったらで、その中で自分が28歳でワーホリしたことを後悔してるかって言われたら全然後悔してなくて、28歳で経験できたこともあるし、ニュージーランドでね経験できたこともあるし、出会えた人もいるし、そういうトータルで見たら後悔はない。で、今の28歳のその過ごし方、しかも海外でっていうことをこう見たときに、まあ安定してるかって言われたら、まあ別に、まあ安定しなきゃいけないかどうかって分かんないけどね。ただ周りと比べられたらね、なんか好きなことやって、なんか好きにお金使って自由でいいねみたいな見られ方はするよね。で、ね、人にもよるけど、海外行った時にワーホリで全然仕事が見つからないっていう人もいるだろうし、でそれで貯金がだんだんと減っちゃって余裕がなくなっちゃってみたいな。でも日本だとそういうことってそんなないじゃん。まあ就活とかやったことないか分かんないけど、でも別に仕事探すってなったらもう腐るほどあるなと思う日本は。でもこっちだと時期的なものがあってね、仕事求人がないとかね、そういうのがあって働けないっていう事実があるから、そういうのも比較できて面白いなと思ったけど、まあ安定するかしないかはマジでもう行ってみないと分かんない。あと環境次第で、なんか周りの人と話してて、ワーホリ終わったらどうすんのみたいな、なんかお先真っ暗じゃないみたいな、なんかいろいろ言われたことがある人いるんだって。まあ苦労するかもしれないけど、でもなんか英語でこっちで生活してていろいろね、仕事なり、まあ生きていくっていうことをやってるんだったら、第一言語の国で生活っていうか生きていくなんてすごい簡単だなって感じちゃうかも。舐めてるとかじゃなくて、そう簡単だからじゃあ何でもできるよねみたいな、そういうプラス思考には受け取れることはある。で、ニュージーはもう好きで行きたいなと思っているから、で行かなかったら後悔するだろうなと思ってきてるから、だから基本的に大変だけど、でもそういうプラスの気持ちを持っているから、まあ言うてそこまで苦じゃない。で、人によってはなんか差別受けたりとかいじめ受けてとか、さっき言った仕事見つからない、一緒に暮らしてる人がもうなんか終わってるとかね、そういうのを体験しちゃうと、なんかせっかく好きで来たくて来たのになんかなみたいなことを思っちゃう時もあるだろうけど、でもそのワーホリ生活が終わって振り返った時に、来てよかったなって思えることは絶対あると思うんだよな。まあ結局受け取り方だよね。で、たまに言われる、なんか海外とか行って自分探しの旅みたいな、なんかそういうことあるけど、28歳にもなるとそういうのメインではないよね。まあできる限り次につながることがこっちで経験できたらいいなとか、まあその場限りの楽しみもいいけど、まあ次に先を考えて、でそこから逆算してそれなりの行動を順序たどってやっていくっていうのが、まあ理想の過ごし方なのかなとは思うね。
でこうやってなんとなく楽しそうに海外いるけど、でも30代みたいな数字はちゃんと気になる。結婚も仕事もそうだけど、もし自分が海外行ってなかったら多分この年齢でもう結婚して家庭持ってたんだろうなとは思う。いや、海外の経験はやっぱ面白いな。海外の経験っていうか、それはワーホリ行ってる自分だからそうやって言えるけど、新しいこと知らない世界見るのやっぱ楽しいね。楽しいとか言いつつ最初いろいろ不安でめっちゃギャン泣いしてたけど、でもそういうなんか心が動く、不安なり、プラスのこともマイナスのこともそういう刺激を受けて、メンタル面も強くなっていくだろうから、全然後悔はない。そう、結局その人が後悔しなかったら何でもいいんだよね。やらずに後悔、やって後悔っていうね。本当にそうで、ワーホリとかだったら別に1年のね滞在期間許されるものじゃん。でもなんかちょっとでも気になるんだったらワーホリ1年ぴったりじゃなくて、別に半年とか数ヶ月だけ行くのでもいい気がする。観光だとね働けないからちょっと大変だけど、少しでも気になってて、行く余裕、お金とか立場的にも余裕があるんだったら行ってもいいんじゃないかな。その先のことどうしてくれんだって言われたらもうそれは知ったことじゃないけど、そこは来る人側の選択だよね。どうするかっていうその人次第だよね。でもワーホリいいよとかおすすめ、そういう来るきっかけを作るだけだから、でそれを踏まえ、それを聞いて、でそれでも先のこと、そこまで心配しなくてもいいなと思うんだったら来るっていう選択でいいんじゃない？そう多責は良くないからね。全てに自分の責任を持って、全部自分だから。28歳のワーホリしてる自分は今こんなことを考えてるよっていう話でした。これ動画見てる人、ワーホリしてて、これから先とか今とかどういうことを考えてるのかコメントで教えてください。